秋吉台か。空が広くて気持ちいいな。草原に岩がいっぱい生えてて面白い。隕石が降ってきて刺さったみたいね。違う。逆じゃよ。生えてるんじゃなくて、この大地は大きな岩なんじゃ。その岩の溶けてくぼんだところに土や火山灰などいろいろなものが積もっておるんじゃよ。あなた誰？わしはマイン、峰の大地の語り部じゃ。私ミネコ、東京から引っ越してきたばかりなの。では君を秋吉台3億5千万年の旅にご招待しよう。3億5千万年？そうじゃ。それでは出発しよう。これが3億5千万年前の地球じゃ。日本はどこ？日本どころか世界中の海も大地も君の時代と全く違うんじゃ。あそこを見たまえ。あれは？海底火山が噴火したんじゃよ。潜るぞい。時間を早めに動かすぞい。あれは何？サンゴ礁じゃ。海の山の周りにサンゴ礁ができたんじゃ。ここに今生まれたサンゴ礁こそ我が秋吉台の原型なんじゃよ。うっそだ。だってここ赤道近くの海の真ん中じゃない。そこが秋吉台の旅の面白いとこなんじゃよ。ここからはミネコにも理解しやすいように大きさと時間を調整したイメージで紹介しよう。あ、動いてる。地球の表面にはプレートというおっきな板が何枚かあって、それは動いておるんじゃ。ここのは海洋プレートじゃ。サンゴ礁がどんどん厚みを増していく。ここは海の真ん中なので陸地からの土砂が混ざりにくい。だから純度の高いサンゴ礁になるんじゃ。あれ？最初にできた下の方の様子が変わっていくよ。サンゴ礁は生き物の殻や骨の塊なので、もともとは炭酸カルシウムでできている。それが堆積していく長い時間の中で石灰岩に変化していくんじゃよ。じゃああれはもう石灰岩なんだね。そうじゃ。熱くなっていく速さやサンゴ礁を作っているものにも違いがあるんじゃ。そうなの？地球が暖かくなると北極や南極の氷が溶けて海面が高くなる。そんな地球の変化を記録しながらサンゴ礁は厚みを増していくんじゃよ。こっちに出てきたのは何？大陸プレートじゃ。海洋プレートがぶつかると大陸プレートの下に潜り込む。あれ、サンゴがぶつかっちゃった。ぶつかった大陸プレートに止められ海洋プレートから剥ぎ取られたんじゃ。こういう作用を孵化というんじゃ。これがだいたい2億6千万年前のことじゃ。あれからもう1億年も経ったの？そうじゃ。地球の環境の変化を受けながら徐々にできたサンゴ礁の塊。そこには地球1億年分の変化の記憶が詰め込まれておるんじゃ。これが秋吉台になったの？そうじゃ。あ、海の上に出た。新たな陸地の誕生じゃ。今からだいたい2億4千万年前くらいのことじゃないかな。同じようなことがいろんな時代に地球のあちこちで起こっているんじゃよ。どこ？今できた秋吉台はどこ？
ようやくできた新たな陸地じゃが、この頃はまだアジアの端っこにあって大陸の一部だったんじゃ。ほら、あの辺りがそうじゃな。ここで一気に時間を進めるぞい。わあ、できてきたね。だいたい2000万年前のことじゃ。地上に出てから2億年も経っちゃったの？そうじゃ。地形が変わっていくのはとても長い時間がかかるんじゃよ。では秋吉台の地表の変化を見に行こう。これが秋吉台なの？そうじゃ。あの南の海のサンゴ礁からできた大きな石灰岩じゃよ。あ、雨で岩が溶けていく。カルスト化が始まったんじゃ。カルスト化？雨の水や地下水などで石灰岩が溶かされる。これを養殖というんじゃが、養殖によって地形が変わっていくことをカルスト化というんじゃよ。あ、川がつながった。養殖によってできたくぼみなどから水が集まり川が大きくなる。その川がまた石灰岩の中を養殖していき、大きな空間を作ったんじゃ。それって秋吉堂のこと？その通りじゃ。秋吉堂の場合、地下に空間ができたので壁や天井が崩れたりして空間はさらに大きくなったんじゃ。できたのは今からほんの百数十万年前くらいだろう。芽が出てきたわ。秋吉台そのものが3億5000万年の旅をして今ここにあるんだね。そうじゃ。そしてこの石灰岩はサンゴ礁が固まっていった約1億年分の地球の記憶の結晶。あれ、マイ？マイ、わかった。私が住み始めたこの秋吉台はすごいところなんだね。大事にしていくからね。